今日のテーマは確証バイアス。人って自分の考えを裏付ける情報ばかり集めがちなんですよね。この動画では身近な例と今日からできる対策までしっかり解説していきます。まず、確証バイアスとは何か。一言で言うと、自分の信念に合う情報は信じやすく、逆の情報は無視しがちという心理の癖。例えば、朝のランニングは絶対に健康にいいと思っている人は肯定する記事ばかり読みがち。否定的な研究があっても、これは例外でしょと流してしまう。これが確証バイアスです。買い物の場面でもよく起こります。このサプリ、口コミ最高と見つけると、いいレビューばかり深掘りしてしまう。一方で、効果を感じなかったというレビューはたまたまだよねで終了。さらに 90% が満足みたいなキャッチを見つけると、やっぱりいいんだと確信が強化される。でもその数字の出どころは？サンプル数は？ここ見落としやすいんです。 SNS は確証バイアスの温床です。自分と同じ意見のアカウントをフォローして似た投稿にいいね。アルゴリズムがあなたはこの意見が好きと学習してさらに似た意見を出してくる。結果、タイムラインが一色に染まって反対意見がますます目に入らない。いわゆるエコーチェンバー。こうなるとみんなも同じ意見だと錯覚しやすくなります。人間関係も静かに効いてきます。例えば、ある同僚を仕事が遅い人と一度決めつけると遅れた場面ばかり目につく。逆に超スムーズに終えた仕事はスルーしがち。自分の最初の評価に合う事実だけを集めてますます印象が固定される。これもったいないですよね。それではなぜ確証バイアスが起こるのか。理由はシンプル。脳は省エネで生きたいからです。膨大な情報を全部フラットに検証したら疲れて動けません。そこですでに持っている信念に合う情報を優先して処理をショートカットする。もう一つは心理的な安心感。自分は間違っていないと感じると不安が減る。だから反対情報は不快でつい遠ざけちゃうんです。放置すると何が起こるのか。まず判断ミスが増えます。健康、投資、人間関係、仕事、どれも都合のいい根拠だけで決めがちになる。次に議論が噛み合わなくなる。相手も自分に都合のいい情報を集めるから、お互いに証拠を出し合っても平行線。最終的に相手は理解する気がないと関係が悪化しやすい。情報の見落としからチャンスを逃すことも起こり得ます。ここからは今日から使える対策を3つ。1つ目は反対意見をあえて検索する。キーワードにデメリット、否定的、リスクを足して調べる。例えば、サプリ、効果ないも見る。これだけで見える景色がぐっと広がります。2つ目は、数字と一時情報を確かめる。口コミの件数、調査のサンプルサイズ、募集団、期間、比較対象、満足度 90% なら何人中の 90%？ 研究で効果ありならどこの誰がどんな方法でどの程度？出典に一度だけ目を通す癖をつけると強いです。3つ目は自分にツッコミを入れる。自分はこの結論を望んでいないか、逆の証拠が出たら結論を変えられるか、この2問を意思決定の前に口に出して言ってみる。不思議とブレーキがかかります。
状況別のミニテクも共有します。買い物なら比較表を自分で作る。価格、性能、デメリットを同じ行に並べる。健康情報ならタイトルじゃなく方法と条件を見る。人間関係なら良かった点と改善点を意図的にセットでメモをする。良い、悪いを一括りにせず事実を2列に分けるイメージです。最後にまとめです。確証バイアスは誰にでも起こる省エネの副作用です。反対意見をあえて見る。数字と一時情報を確かめる。自分にツッコミを入れる。この3つを回すだけで日常の判断がいきなりクリアになります。今日の買い物、今日のニュース、今日の会話、どれか一つでいいので早速試してみてください。次回はアンカリング効果です。最初に見た数字に引っ張られる心理をセールの値札でわかりやすく解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントでやってみた感想を教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。